除霊と条例の考え方。条例の実演と密かのオーラ分析。チャオ、どうも、ワスです。今回のビデオではちょっと趣向を変えて、目に見えない霊体が現世にとどまってしまったものを霊界に返している様子。いわゆる霊魂を浄化してる模様を視聴者にお届けできればと思います。ハンターハンターでいう助念、スピリチュアル的な条例というやつですね。ワス自身もこれまでに霊感があったり、スピリチュアル系の能力に目覚めてるという人を何百人、何千人と見てきましたが、心霊界の意識体とつながって何かしらのメッセージを受け取ったり、神仏や天使たちの発するエネルギーを人様に転写したり、飲み物に気を入れて味を変化させられるという人は多くいても、霊魂を浄化して彼岸へと返す条霊の能力を持ってる人は割合としてかなり少ないように感じました。ここ最近に連載が再開されて大喜びなハンターハンターでも、その作中で言及されてるように、発として様々な攻撃や防御の型、物理的な事象として権限させられる念の使い手は多くいるのですが、悪意を持って向けられた念を外したり、凝り固まった霊素のものを消化できるような念能力者は結構レアな存在です。発するのは人の気の場合や波動の高い低いに応じて何かしらの気は感じ取れるものですが、浄化にあたっては条霊専門のご神霊が守護霊として見守り動いてくださらないことには解決できません。かなり昔に流行っていたテレビ番組で織田 M 堂さんがやっていたような時合いを入れて霊体を吹き飛ばすようなやり方は、霊の側からすると急に攻撃された感じで納得も改心もできていないし、ただ霊空間の所在を違うところへと移動させてるだけなので、おい、いきなり何さらすんじゃいわれとさらに怒りを倍化させて元いた場所へまた戻ってきてしまうというケースがほとんどです。なのであまり意味がないしおすすめできない除霊手段と言えます。ワス自身は条霊の能力に目覚めてからというもの、これまで十数年間にわたって様々なパワースポットや神社仏閣へお参りした際に、いろんな重たい念や霊たちがわらわらと群がっているのを見つけては、その場所の霊体を根こそぎきれいに浄化してから帰るという、まるで目立たない奉仕活動を続けてきました。完全ボランティアな霊的ただ働きなので、誰にも知られることもなく、それこそ報酬をいただいたりすることもなかったのですが、今回はその模様をちょこっとだけお伝えしちゃおうと思います。ただ事前に状況説明というかお断りしておきたいのですが、日本全国にあまたある神社仏閣には人の残していった大量の重たい念がそのまま置いていかれたり、参拝客についていた浮遊霊や動物霊が人から離れてご神域に残っているケースが非常に多く見受けられます。ですがこれはその神域の神主さんや住職さんに神霊的なパワーがないからではなく、むしろご祈祷を申し込みされた人々に向けて神霊エネルギーや神仏の見働きをしっかりと取り継ぐことができていますし、ご神霊もその空間にちゃんといらっしゃいます。神祭りや仏様の供養ができていてご神霊がいらっしゃるからこそ、この世にとどまってしまった霊たちはそこに救いを求めてその神霊領域にわらわらと群がって集まり、居心地も良いのでそのまま残ってしまうということがしばしば起こります。ご神霊や神仏の見働き、秘めたるエネルギーを人様に取り継ぐことと、重たい念波や霊魂そのものを浄化して霊界へと返すことは、そもそも必要とされる資質や能力が違うのですね。ハンターハンターで見る密かのオーラ別性格分析によると、もともとワス自身は理屈屋でマイペースな操作系をメインにして、短期で大雑把な放出系が組み合わさったタイプの能力者でした。他のあたおか企画のビデオで実演してる自分で描いたアート作品に心霊エネルギーを宿すというのもオーラを飛ばす放出系と
物質や生物を操る操作系の念能力の表れですよね。それが年々加速度的にきつくなる霊的試練を乗り越えてきたことで、後天的に特質系の能力も発現してきた珍しいケースになります。またそんな漫画みたいなこと言ってと笑って済ませる方もいるでしょうが、下手なチャネラーさんよりも漫画家さんの方がよほど心霊世界の様相を正しく捉えてる預言者だと感じて、いつも楽しく拝読しながら尊敬もしております。さてさて、そんな前置きを挟んでみた上で、実際に霊の浄化を行ってみた前後での気の違いをあなたにも感じてもらおうと思います。オーラやエネルギーを見分けられる今日の良い訓練にもなりますよ。それではレッツヒーリング。2022年9月某日、都内にあるそこそこ有名なお寺にお参りに行ったのですが、他の神社仏閣に詣でても大体そうなってるように、お参りした人たちの残していった重たい念や救いを求めてその場に居ついてしまった大量の浮遊霊や自爆霊、動物霊などがわらわらと群がっているのを発見しました。どうですかね。ちょっと霊空間というのか、お寺の空気感が重たくなってるのわかりますか？念の修行で行を体得してたり、霊眼が開いてる人にはそこまで悪い霊体ではないものの、この世に未練や執着を残したまま成仏しきれていない大量の霊体がうごめいているのが感じ取れると思うなり。さて、お寺の中身をぼちぼちと参拝させていただきながら、ひっそりと浄化のお祈りを進めていきましょうかね。それでは、いざエンペラータイムホーリーテー。はい、それなりに多量の念や霊体が溜まっていたので、なんだかんだ1時間ほどかかっちゃいましたが、ほぼほぼ居ついていた霊体を浄化し終わったよ。どうです？こちらの新しい写真の方が建物の醸し出すオーラや雰囲気だったりが、なんとなくすがすがしい空気感に変わったように感じられないかな。ちなみにハンターハンターのクラピカが火の目を発現させて全系統の能力を 100% 引き出せるというチート技のエンペラータイムは、1秒継続すると1時間寿命が縮むという制約のもとに成り立っています。60秒で60時間 2.5 日の寿命短縮。1時間使用すれば150日もの寿命を失ってしまうことになります。さすがに神社仏閣を参拝して条例するたびにここまでの大きなリスクは冒せないので、ワス自身は全く別な制約と制約によって特質系の発言とエンペラータイムを可能にしています。また機会があればそのあたりもお話ししちゃおっかな。まあせいぜいワスの貴重な時間と精神エネルギーが摩耗してオーラの消費がそこそこあるくらいですかね。人の目もあるので1時間ずっとの撮影はできてないですが、条例の前後を写真で撮ってみてるので、ビフォーアフターで見比べてみるね。こちらがビフォー、こちらがアフター。条例前、条例後、2つ同時に見比べてみるよ。さてどうかな。2つの写真を見比べてどちらが条例前でどちらが条例後なのか見分けがつくかな。今回は写真を同じような構図で撮れてないのでネタバレしちゃってる分一目瞭然な感じですが、はい、じゃじゃん。条例後の写真は右側になります。アート作品をスパーキングさせた時のようにどちらにより大きな心霊エネルギーが宿っているかという比較ではなく、今回はどちらの写真が邪気がなくよりすがすがしくなっているか、大きなマイナス分をフラットに相殺できているかという謎かけでしたので、また違った角度から霊眼、サードアイが鍛えられたり
オーラを視覚や霊体で捉える今日の訓練をはかどりそうですね。もうちょっと引きで撮ってみた写真もあるので、その時のビフォーアフターはこちら。こちらがビフォー、こちらがアフター。どうかにゃ、こちらの写真でも重たい電波や霊体が残っている場合と、それらが浄化された場合の違いが感じ取れるかにゃ。ずっしりとのしかかった重たい念や霊たちから解放されると、ご神霊も手かせや足かせがなくなって、本来の霊的役割や神霊パワーを発揮しやすくなるので、すがすがしくご神域を保つ助念や条例は定期的に行った方がいいと思うよね。もちろんこれは人にも有効なので、やけに重たいな、なんだか気だるいな、ここ最近気持ちが落ち込むことが多いな、なんて人はちゃんとした信頼できる人から条例を受けてみるのも良いと思うなりよ。また今後他のパワースポットに行った時なんかも同じようにわらわらと群がってる霊たちを見つけたら、条例してる様子を写真に収めて報告していきますね。さて、いかがだったでしょうか。除霊と条例にまつわる実態や考え方と、実際に条例を行ってみた前後の様子をビフォーアフターで見比べてもらいました。一気にコアな話題に入りすぎたかもしれないので、いまいち理解が追いつかないという方や、なかなか違いが感じ取れないという方は、過去のあたおかビデオもぜひ見返してみてね。漫画家って確かにすごいよね。ハンターハンター大好きだよ。他のビデオも楽しみにしてるぜ。そのように感じていただけた人がいたら、お気軽にいいねやチャンネル登録、コメントなど残してくださるとギガント嬉しすです。最後までご覧いただいて誠にありがとうございまんもす。